今日の井原チャンネルも私井原剛のバイオグラフィーの後編です。なかなかテレビで話し尽くすっていうことをなかなかできないんで、前半のように、後半も話し尽くしたいと思います。よろしくどうぞ。18歳の井原剛少年はですね、青年は大阪から東京に行くんですけど、その時俺ね、やっぱり学園もんとかのそういうのも見てたから、飛び出せ青春なの、そういう学園もなんか俺が東京行くのは新幹線ちゃうと思ったんですよね。夜行列車でと思って、で夜行列車で大阪駅から東京の品川駅に着く夜行列車へ行ったんですよ。その当時のバイトで一緒に働いてた連中とか、僕バイトもね、自分の友達とか後輩とかもいっぱい紹介して、最後はなんか高校生チームとかって言われるぐらい増えてましたけどね。そのバイトの連中とか、あとやっぱ親も母親がその当時小さい妹もいたから連れて心配で、やっぱりね、18歳の俺が東京行くから、今なんか東京ってねすぐだけど、その当時やっぱりなんかこう夜行列車で夜乗って朝着くって、なんか時間かけてゆっくり揺られていくっていうのがなんかこうなんやろな、ええなと思ってね。ほんで東京に行ったわけですよ。でその当時はね、ちょうどね、関西のお笑いとかも東京に行き始めてたけど、まだね東京弁で関西弁喋るでしょ、東京で。ほんだらちょっと見られるんですよ。だからむっちゃ関西弁大阪弁喋るのがちょっとこう恥ずかしい、躊躇するっていうか。ほんで役者を目指そうと思ってるから、ある時その標準語を喋れないとお前役者になれないぞって言われたことがあって、俺なんや今まで標準語を使ってる思ったけど全然ちゃうんやと思って無理して使おうとしてて、なんかよく店で「すいません、これ何歩ですか？いや何歩ですか？」とか大阪弁ではなんぼって言うんですけどね、このなんぼっていう言葉が東京弁にはないっていうのがわからない。なんぼですかとかって言ったりとかねしてましたけどね。ほんでその千葉真一さんが率いるジャパンアクションクラブっていうところに見事合格してね入るわけですけど、オーディションも1日がかりでね、体育館に本当にびっちり、体育館1階2階にびっちり人いましたね。なんで俺が選ばれたのか分からんけど、それで受かっていって、ほとんどのね、同期が50人ぐらいいたんですけどね、みんなやっぱアクションに憧れて、千葉真一、その頃真田広之さんがもう超売り出してて、もうむちゃくちゃ人気あったんですよ。映画主演やったりとかね、歌出したりとかしてて、で正味悦子さんも人気あったし、キンドンとか出たかな、その頃で人気あって、他にも売り出してた人がいて、ジャニーズ事務所もそうだけど、その当時のジャパンアクションクラブ、ジャックっていうんですけど、むちゃくちゃ人気あったんですよね。でほとんどがそういうアクション俳優になりたい人だけで、僕は単純に体を動かすのが好きで、アクションしたい、アクションっていうのは体を動かせるから、俳優になりたいだけで出てきて、やっぱりちょっとみんなとちゃうなっていう違う目線で、これもなんか小さい時にこう周り大人をこうちょっと引いた感覚で見てるようなやっぱり感覚だったんですよね。俺みんなとちょっとちゃうみたいな。ほんでそうこうしてるうちに練習はきついんですよ。50人入って1人で半分ぐらいやめましたからね。もう徹底的にしごかれて、
そこ入って風呂入ったら体洗う力ないんですよ。もう筋肉痛で手上がんなくて、もうなんかこんなんでみたいな。ほんでアパート帰ったら23,000円の風呂なしトイレ共同。ほんでこれぐらいのちっちゃい入ったらね、ガラガラガラって気重いやつで入ったらこれぐらいの炊事場があってね、水出したらガッガッガッって出したらドーって茶色い錆びた水が最初出てました。そんなとこ住んで、そのアパートの2階やったんですけど、階段を筋肉痛で登れなくて四つん這いで登ってもう死ぬように寝てましたよ。雨の日はそこ雨漏りもするしね、もうほんまびっくりしましたよ。東京のね大久保に練習場があったんでね、で練習場行けば風呂入れるから、ほんでそう23,000円でね、そういうとこ暮らしてました。ほんでまあ1日で半分ぐらいやめたけど、大体残ってるのは地方から出てきたやつ。やっぱり簡単に変えるわけにはいかへんからね。どんなにいじめられようがしごかれようが、それでそういうのを抜けてって、訓練だけは厳しくて、後々これ実は僕が役者として、役に立つ現代アクション、時代劇のアクション、乗馬、スキューバダイビング、あとはいろんなスタント、ちょっと上から10メーターからマットに飛び降りたりとかね、そういうことをやったり、あと体操。こんなでかい体で、その当時僕体重は66キロとか7キロしかなかったから、バク転宙返りとかなんかそんなんやってましたよ。でもやっぱりなんか仕事、最初に生かされた仕事がね、なんだろう、今なんとか5とかなんとかレンジャーとかやってるじゃないですか。仮面ライダーとか、そこに戦闘兵とかいて、こんな覆面かぶって誰がだかわからんキキキーとか言うてる、なんか、そういうのですよ最初。ほんで行ってもでも仕事できないですよ。お前いいって言われる。でかいから目立つから、みんなちっちゃいから、お前だけぴょんって目立つから、お前ちょっとどいといてって言って、いつも行っても何にもさせてくれない。ほんで何のために俺は行くんやろうって。ほんでその当時確かね3,800円1日、交通費自腹ですよ。で弁当も自前ですよ。弁当なんてそのついで。ほんで東映の大泉まで行って、撮影所まで行って、バイトしてる方が食えるみたいな生活で、そうこうしているうちに1年経って、オーディション受けてみないかって言われてオーディションを受けたんですよ。それがホモセクシャルの芝居で、オーディションがあって、僕19歳で、僕の次に若かったんが奥田英二さん、その時32歳で、その舞台に受かって、今のパルコ劇場、昔ね西部劇場っていう、そこの作品に出て、でオフブロードウェイから演出家が来て、この人は再演の時にエイズで死んで来れなくなるんですけどね。でその当時だからエイズが怖くて、俺キスシーンがある。先輩の役者さん2人と、エイズっていうものむちゃくちゃどうなるかわからん、今のコロナみたいなもん、どうなるかわからん、キスしただけでうつるとかね、空気感染するとかね、そんなことを言われてた時代で、だから俺普通にキスするシーンがあって、別にこんなん違うやろ。そやけどなんかその当時の何やったかな、あれフラッシュとかフライデーとかなんかそんなんで取材受けて、それでなんか取り上げられたりしてました。俺は自分の体を売る役だったから。でもそこで初めてずっと舞台には、小さい役だけど舞台にはずっと出てるから、大人の芝居見て、役者ってこんな芝居するんやと思って、初めて役者の仕事面白いって真剣に思えた作品。俺役者ほんまに目指したいと思って、ほんで自分のやっぱり、巣に帰ると、ジャパンアクションクラブに帰ると、みんなチャラチャラして見えるわけよ。なんか自分は別にそんななんていうの、演劇青年でもないねんけど、
ほんでちょっとちゃうなと思ってもうすぐ辞めたいなと思うねんけど、なかなか辞めてもどうしていいかわからないし、行くとこもないし、である人から言われたのは、今まだまだいて学べることいっぱいあるから、辞めるのはいつでも辞めれるから、で学べることだけ学んで盗んでから辞めた方がいいよって言われて、なるほどなと思って結局、そこに24歳までだから約6年間ぐらいいたのかな。うん、でもそれがまあさっきも言った通り後々自分にすごく役に立つことだったんだけど、自分がまあそのオーディション受かって舞台やりだしてからたまに舞台をやってたよね。でその当時ジャックっていうのはアクションが専門だからそんな舞台やる人いなくて、自分だけ一人その舞台のオーディション行ったりして受かったりとか、たまにでもバイトはやっぱり続けなあかんような状況で、まあ生活もその2万3,000のアパートから次、アパートがなくなり、その後3万5,000のアパートでトイレ付き風呂なしみたいな感じで、26歳まで風呂なかったね。銭湯行ったり、流しんとこで水とかお湯汲んで頭洗ったり体拭いたり、まあ、してたかな。でまあなんか知らんけどこれも練習してると千葉さんが寄ってきて、まあ俺ら含め150人ぐらいおんのよ。ほんでいきなり俺の体触って「やろう」なんで俺の名前知ってんねやろ。お前さんもっと肉をつけるんだぞ。頑張りなさいとかって言って、もうなんか神様みたいな存在やから、うわ、なんで俺の名前知ってんねやろ。はいはいみたいな感じで。ほんでやっぱり声かけてもらって、21歳の時に影の軍団っていうのに抜擢されてレギュラーで、それで1年間京都に行くことになんねんけど、まあその当時の井原剛はジャックっていういわゆる縦社会の、まあ、自衛隊みたいなところ。自衛隊知らんから分からんけど、厳しい縦社会、クラブ活動みたいな。その中で先輩から井原剛を見たらまあ多分生意気やったと思うね。である時に俺一番上の先輩から「井原お前とっぽいね、とっぽいよお前」って言われたから、俺「あはい」って言って、俺の中ではとっぽいっていう大阪では言わなかったら、とっぽいっていうのはのっぽやと思ってたよ。背が高いと思ってたよ。だから元気に「お前とっぽいね」って言ったら「あはい」みたいなことを平気で言うような男だったし、自分の意見やっぱりこう言うタイプだったから、すごい先輩によくいじめられたね。殴られたりもしたし、まあその京都でもまあレギュラーやってレギュラーで一生懸命やらなあかんと思っててそうやってたけど、先輩からいじめられて、これはもうこんなんギリギリでもう先輩と喧嘩するしかない、しばくしかないと思った時に、もうこれはあかん、やめようと思って千葉さんの部屋にその当時そのスターさんは2階にあんのよ。高倉健さんの部屋とか、その当時誰やろう、松方弘樹さんの部屋だとか千葉さんの部屋だとか、いっぱいこういろんなスターさんの部屋が2階にあるのね、俳優館が。でそこ登る場所間違えたら「おいお前ちゃそこスターさんの階段、お前ら向こう奥」って言われるようなとこで、そこ行って「いや実は高校で僕東京に帰らせてください」って言うと、先輩が高校で千葉さんも上下関係とか厳しい人だったから、もう俺は殴られる覚悟で言ったの。お前レギュラー辞めるってなんじゃって、すごいことだって、レギュラーみんななりたくてしょうがないのにレギュラーを下ろして東京帰らせてくれって言いに行ったんやから、もう僕耐えられませんって言った。そしたら千葉さんが「いやらそんな先輩の言うことは
こっちから聞いてこっちに流すんだみたいなこと言われてみたいなそうなんですかお前の言ってることは正しいとかって言われてみたいな。ほんで俺が言ってたことっていうのは先輩がとにかく自分がレッスンもせなあかんからレッスンしに行くやん余った時間自分の出番が終わった。で先輩はなんで帰んねんお前先輩の役者が終わってんのに一人だけ帰んのお前先輩が終わるまで待っとけみたいなことだ。俺はそんなん見てそんなしょうもない先輩の芝居見るより自分のやりたいレッスンやった方が自分のためになると思ってやっててそういうことからいろいろもういじめられてもうこんなとこおられへんと思って言いに行った。でもそれはお前が正しいって言われてあれみたいな感じで。ほんで言って徳志さんはそれからなんか俺の話ができたりあれそんなつもりで言うたんちゃうのにみたいなそういう感じかな。でそれが1年間で終わって戻って、でも俺の中ではふつふつとやっぱりやめたいもっと役者ちゃんと目指したいってやっぱり仕事をするたびに軽い気持ちで高校生の時は役者って目指そういろんな仕事ができるからと思ったんやけどだんだん役者の仕事にはまってったよね。深いと思って面白いと思ってその時に後々やっぱ今思うねんけどやっぱり役者って自由を感じれる仕事やと思うのよ。自分だけではない人の人生を何人も演じることができてそれってある種自由を感じれると思う。だから多分自分がハマっていったんちゃうかなとかって思うね。でオーディションとか受けてジャックいたけど辞めたいで辞めるきっかけを作ってくれたのが歌舞伎の坂東玉三郎さん。この人が初めて舞台の演出をロミオとジュリエットってやる時にロミオが真田広之さんでジュリエットが南果歩でオーディションがあって俺はその婚約者のパリスって役で受かってカビラ J がこの時、まだ21歳で、やっぱりいい役で選ばれてそれでその時に何て言うのかな玉三郎さんがすごく可愛がってくれて俺らを可愛がってくれてこんな生意気な小僧たちおもろいと思ったんちゃう家に高輪のマンションに呼んでくれて何回もやで。で演技の先生を呼んでくれて自分も一緒になって演技のレッスン受けてで俺はそのレッスンよりも実はその後お手伝いさんが作ってくれるご飯が楽しみで行ってたむっちゃうまいの。もうそれが楽しみでもう演技よりもご飯が楽しみでいろんな経験しなさいっつってある時はなんかバレエの公演連れてってくれたりしてほんでバレエの公演なんて見たことないしさ見てったらさほんでまたその席がさ大使館とかが並ぶような招待席でさで私ん家来なさいって一緒に行きましょうとかっつってあの人のさキャデラックかなんかで行くわけよ。で服持ってへんからさジーンズの上下なわけよ。ほんで見てほんで私のこれちょっと着てみなさいって言うけど小さいわけや。もうしょうがないわねっつってほんで連れてってくれるわけそれでも。でこう見てると見たことないからバレエとか見てたらさこうシャンデリアがファーンなっててさだんだん気持ちよくなってこんなんなってさほんだら横からコンコンってつつかれて見なあかんと思ってまたコンコンコンってつつかれてまた見なあかんと思って帰り際に案の定エスカレーターのところでふってあの人が振り返って「伊原にはまだ早かったわね」って言われて「すいません」とかつって帰ってでもその後に堤真一はジャックの後輩であいつとその頃ねよく仲良くてご飯食べたりよくしてたからつるんでたからいつも可愛がってもらってたから聞いてあいつが行ったって言うから「お前どうやった?」で実は俺はこうでお前エスカレーターで伊原にはちょっと早かったわねって言われたぞって言ったら堤も「僕もそんなこと言われました」でも可愛がってくれてね本当にその頃の仲間っていうかあれですよね。で演技のことを教わってね本当に
まあもっと勉強せなあかんと思って、演技のパルコでやってるなんかワークショップとか参加するようになったんかな。でそのワークショップで、ちょっとこう自分の価値観変わったことがあって、その先生関西出身の女の先生で、山崎努さんとかと一緒に劇団雲縁っていうのを立ち上げた人で、フランスのルコックっていうメソッドを習ってきて、その人にこう教わった時に俺標準語喋ってたの、その時は。まあ多分流暢に喋れてたと思う、普通で。そう喋ってた時にはね、なんであなた関西弁喋らないのって言われて、いや役者ですから。何を言ってんの、関西弁喋りなさいって言われて、あなたには関西に置いてきた大切なものがいっぱいあるでしょ、それを見つけるのが役者の仕事なのって言われて、何のことかわからん、はいって言って、関西弁喋るようにして、それでなんかテキストなんか全部関西弁に直して喋んのよ。ほんだらある時、それ半年ぐらいのワークショップだったんだけど、ある時からすごい理解できるようになってくるの、その文の内容が関西弁にすることによって。ほんでまあその人後で最終的に分かったのは、要するに人間っていうのは場所が変わったりすると、新しい自分で悪い自分をそこへ置いてきて、その新しいところでは人に見せないように頑張ると。でも役者の仕事はそれをもう一回剥がして、もともとあった、やっぱり青春時代って大きいから、青春時代に培われたものを見つめ直すっていうのが役者の仕事なのよって言われて、それをやってたってことなんだ。まあ後々それ分かるんだけど。でそれ終わった時にびっくりなことに、オーディションがへとも思わなくなって、実は俺ね、むちゃくちゃ緊張しやった。もう心臓バックバク。俺この緊張を俺から取れたら、どんだけ俺は英訳者になれんのにと思って、オーディションには受かんねんけど、やっぱりだから仕事は続かないわけ。女優さんの相手役のオーディションとかに受かったりすんねんけど、次続かない。まあそういうこと続いてて、このワークショップが終わった時に解放されて、オーディションむっちゃくちゃリラックスできて、でその時に受かったなんか2時間のスペシャルドラマが浅野ゆう子さんの相手役で、その当時浅野ゆう子さんはもうすんごい名前が出てて、それで相手役でやって、それがまあ視聴率も25とかなんかそんなんとって、日本テレビのなんかスペシャルドラマの枠でその相手役やったから、まあそっからまあ注目されたよね。で玉三郎さんがジャックやめたいって言ってて引っ張ってくれて、俺と堤真一も引っ張ってくれて、でたまたま同じ、その当時は最初キティフィルムっていうところ入って、その後 K ファクトリーに名前変わったんやけど、そこへ入ったわけ。でもそこでも俺は堤を気に入ってくれるマネージャーがいたんやけど、俺はその人を、堤のその担当のマネージャーは俺のことを気に入って別にくれなくて、で俺は玉三郎さんに生意気なことに、いや僕をやっぱり気に入ってくれる、僕をやりたいって思ってくれるマネージャーに会わないとどこ行っても一緒だと思うんですよ。玉三郎さんがそんなこと言うと、みんな「はいはい」って言って僕入れるじゃないですか。そんなんで入ったって僕どうしようもないと思うんですよ。そんなことね、しょうがないからっていうような生意気なあれで、そしたら一人マネージャーが、そこの会社のマネージャー、新人マネージャーが会ってみたいって言ってくれて会って、それで初めて俺をやりたいって言ってくれた人に出会った。でもその人も新人だから、関西の人でダメだ。私は新人やから何もできへんから、女性でオーディションだけは何とか取ってくるけど、あとはあんたのせいやからなみたいなこと言われて、でまあその人とこう二人三脚で、やるようになって、初めてだからその事務所に入って給料制になったかな、23万円。やっとバイトをせんでええようになって、住みたかった下北沢の町に
引っ越して風呂付きシャワーとかないのよ。なんかこんなカタ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 とかっていうなんかこんなんやってこうなんか湯沸かし器みたいなついてる風呂で借りて、給料制やったからバイトせんでええようになったからすんごい嬉しくて、ほんでそっからまたオーディションバンバン受かるようになるのよね。で最初の映画の主演が仁義っていう東映のヤクザもんの映画で竹内力と2人で、俺が仁っていう役で確か竹内が義郎とかっていう役やったと思うんだけど、それが初めての主演映画でそんなんも決まり、他にもたくさん仕事が決まっていき、給料もバンバン上がり2年後には倍 2.5 倍ぐらいになり3年後にはもっとなり4年後からは交渉して歩合制にしてほしいって言ってもう何回も食らいついて当時の社長が OK 出してくれて、でも最初の歩合は低かったけどよしこっから頑張ってスタートしようと思って、やりまあそうこうしているうちに、その間にまあちょっと落ち込むんやね。舞台のそのさっきデビューした真夜中のパーティーって再演を2回か3回してんのよ。でその再演の時に喋れなくなるんだよね。口がこう重くなって舌がって伸びていく感じ。ほんで喋ってもろれつが回らないの。ってこんなんなんだよ。ほんで外出られへんのよ。人と会話もしたく会いたくもない。ずーっと家で寝てんのよ。引きこもりじゃなくて。でそれを先輩の役者に話したら「ああお前もやっと一人前の役者になったな。それはな自律神経失調症といって、いい役者はみんなそれを通ってる。で子供とかは小さい時に子役やったらなんでダメになるかっていうと、自律神経がしっかりしてない時にやっぱりやって、自分が泣きたくもない時に泣いたり、自分が楽しい時に怒る芝居したりしても自律神経がぐっちゃぐちゃになっておかしくなるんだって。でもやっぱりそれをみんなやっぱり通ってしまいになんか自分がわけわからなくなるのよ。なんか俺ってなんなんやろってこうどれが俺みたいになる。どの役のどれが俺みたいな。こうもうほんで本当に人とも喋らない。それがねなんかね2年か3年続けて春にやってくるんだよ。ちょっと良くなるんだけど春にまたやってくる。それでもうすっごい落ち込んだことがあって、なんか結局自分をどんどん責めてしまって、なんかこうもう誰とも会えなくてもう死んでしまいたいぐらいになって、それで死のうと思ってニューヨークに死にに行こうと思ってニューヨークに行くのよ。ほんでそこで毎日知り合いが留守にしてるところが30何階で、そこのベランダでいつも毎日何時間も下見て飛び降りようとこう思うねんけど、飛び降りる勇気がないんやね。降りられないわけよ。で仕事はあんのよ。でその時にもうどうしようもなくて人にも言えないし、でマネージャーがその時にずっと断らないでおいたいい仕事があって、それが田中裕子さんの相手役で監督も映画の監督で、実はそれまだ断ってないって言ったら連絡が来て、ほんで初めて死のうと思って実はニューヨークに来てるんやってマネージャーに言うた。そしたらそのマネージャーが、俺は初めてやりたいって言ってくれた人ね、そのマネージャーが「死んでもええけどこれだけやってから死んで」って俺に
言ったの。ほんでその時になんかと思って、ほんで自分で考えて、その言葉がなんか響いたのと死ぬ勇気がなかったのと、ああそやな、じゃあそれだけできるかどうかわからんけどそれだけやって死のうかなと思って日本帰ってその仕事やった。そしたらその仕事、その役っていうのは作家の役ですごくわがままでエキセントリックな役で、まあとにかくその彼女である田中裕子さんにこの八つ当たりして、なんかこう自分はむちゃくちゃこうクリエイティブなんだけど、もう何かが引っかかるとガーってなってこうできないみたいなこうなるようなちょっと役だったんで、それがその時の自分になんか知らんけどぴったり合ってて、ハマってすんなりできて、あとはそのスタッフキャスト含めすごいあったかい人たちで、それ終わった頃にはもう死のうと思ってたのに、なんとか毎日現場行ってと思ってたのに、もう一個次やってから死のうかなって思えるようになったよね。でそっから徐々に徐々に、すぐにじゃないけど仕事をやることで助けられて、実は自律神経が収まってきたってことかな。でなんで自律神経失調症になったかって後々そう考えてみると、やっぱり俺他人にむちゃくちゃ厳しいのよ。だから現場で許せないことあったらなんか殴ってしまって帰ったこともあるし、他人にすごい厳しくて、その時はこうなのね。その代わりもっと自分にも厳しいわけよ。だから最終的に自分が許せなくなるのよ。そういうふうにしてしまったのは俺だ、俺が悪いって全部こう背負い込む。それが多分悪かったんちゃうかなと思って。ほんでやっぱりそれからは自分のこの感覚をこれぐらいに開いといて、なんかこう思いっきりいいっていい時だけこうしようと思って、そういうのが割とこうなるようになったね。たまにでも危ない、なんかこう自分の気持ちが落ちてきてるぞと思う時は、ある人から言われて、井原さんはエネルギーをいっぱいもらえる人だから、人がいっぱいいるコンサートとか野球場とか競技場とかそういうとこ行ってください。で元気、それだけで気をもらって元気になれるからとかって聞いて、そういうことを実践したりとか、なるべく明るいこと考えて、でもうくよくよ考えてもしょうがないやんっていうこうモードに持っていくように自分で変えてって、なんとか出ないように、まあ今は多分完全に、脱出してると思うけどね。まあそんな時期を経て、それで、27歳、そのちょうど後ぐらいかな、27歳の時に1回目の結婚して、30歳で長男ができて、32歳で次男ができて、34歳で、離婚したのかな、1回目は。でまあなかなか離婚するっていうのは大変で、子供大好きだから、離婚した後もまあ子供のことあれだから、戻ろうって思って戻ってやり直そうと思ったけど、やっぱり無理やって分かって、まあ向こうも無理だってやっぱ分かって、それで話し合って、まあその当時の生活レベルをずっと守ってくれるっていうことを条件に離婚したのかな。その時もまあ自由になりたかったんちゃうかな。まあ勝手やけどね、子供がいて。だから俺はもう結婚には向いてないと思って、絶対結婚したらあかんと
思ってたね。子供たちかわいそうやから。だから子供が路頭に迷わないように一戸建てを向こうに買って、そのローンを俺が払って、もちろん生活費は、子供が高校卒業、下の子が卒業するまでもちろん払ってたし、何かあるたびに払ってたし、それは当たり前のことっていうか、俺が子供にこれしかできへんっていう思いかな。大学も2人ともアメリカの大学に行かして、それももちろん俺が面倒見たし、なんかそういうことをやってたから、多分子供とはもう週1ぐらいで会わせてもらえたかな。ちょっとアメリカっぽい感覚で、週末は俺に預けてとかで子供たちと過ごしてたかな。なんかその間にもそう結婚して29歳の時に大きなことはそのお店をやったよね。でえーっともうその当時2,000万ぐらい貯金あったから、どうやったらいい役者になれるかっていうのを日々考えてて、やっぱりダメになる、日本でなんで年取ってあんまりいい役者いなくなるんやろうって思ってて、自分なりにそうかと思ったのが、みんな最初は役者になりたいと思って目指してるけど、そのうちそのあるポジション掴んだらそれを守りたくて、生活レベルも上がってお金が欲しくて、お金のためにやりだす人が多くなるんやなと。役者ってやっぱり顔に出ると思うのよ。なので金のために、金のことを考えずにできる自分を環境にしようと思ってサイドビジネス始めた。でもこれは東京に行った18歳の時に美味しいお好み焼き食べたいんだけどないなって思ってる時に、いつかは金持ったらやろうかなってちょっと思ってたこと。それをやって全く分からずに、友達中学の時に、親友で夜逃げしたやつがおるのよ。でこいつが栃木に行って名前も変えて、こいつも実は在日なわけ。3世、俺と一緒3世なわけで、こいつがこいつのね言葉も大きなよね。ダルって言うんだけど、あだ名が。こいつが行った時に泣きながら俺ん家に中学の時に来て「俺は井原明日から俺栃木に行くね、夜逃げせなあかんねん」って泣きながら来て、俺もどう答えてええかわからん。ほんで「とか言うて、どないしてええかわからん。その中学校の時、中学3年生か。でそいつが行って後々東京で会うことになるんやけど、役者目指してきた時、そいつが俺はすごい、名前も変えとんのよ。日本、要するに親戚から名前を変えなさいって言われて、それで、国籍も韓国籍やっていうことを隠しなさいって親戚に言われて隠してるわけ。でそいつがねラグビー部やった。ですごい親友やった。そいつが東京出てきて会った時に「いや俺な、高校生の時にな隠して日本名で行ってて、で試合やった時みんな友達やと思ってたけどな、試合やった時に相手で本名でいた韓国籍の子がおって、そしたらな同じチームメイトがなそいつのことをむっちゃ差別用語で言うたりな、けなしたりすんねん。それ聞いて俺もうほんまになんか自分は何なんやろうって思ったって俺に話して泣きながら。で俺もうそれ聞いてなんかすごい分かるし、なんかずっとやっぱり俺の中で付き合う女性が現れるたびに、実はね俺国籍韓国やねんっていつよみたいなのがあったから、そいつがそういうふうに言って、ほんまやなっていうのはもうすごいあって。でも30歳の時に長男が生まれた時に俺は帰化するんだよ。
でそれまではあえて別にどっちでもええと思ってた。でもなぜ帰化したかっていうと、自分が体育教師の夢を絶たれたように、子供が何か職業を選択した時にそれを遮る障害というなるものは俺は取るべきやと思って。でまして俺なんかはもう自分は日本人やと思ってる。日本の教育しか受けてないし、ただ先祖がそういうだけで、その国籍を継いだだけで、それで帰化しようと思って、まあ最初の女房は日本の人だったから、そこの最初籍入れといて帰化して、それで、子供たちはまあずっと日本籍なわけね。でも俺はこれは隠すべきじゃないと思って、聞かれたら「いやそうです、僕韓国です」でそれが何がどうしたんですか。でもなかなかやっぱり実際にこれがね、日本社会の中ではね、受け入れられない部分もいっぱいあるのよ。差別もあるのは事実だし、あとはその人たちがそれで差別されて意固地になって、俺たちは同性みたいな思いもすごいあるんだよ。俺はもうそういうのも大嫌いで、もう関係ないやんってずっと思ってた。で自分が30歳の時に、日本国籍を取って、まあずっとこう来たわけだけど、ある時にこれを公にしようと思ったよね。もうそういう時代じゃないよって、何籍でもええやんけと思って。俺はだって海外出始めてからかな。海外に出て自分何人って考えた時に、自分はアジア人やん。アジア人の中の日本人やん。だって例えば日本サッカーでも日本対韓国やってたら日本を応援すんの？それは当たり前やん。でも俺が韓国籍持ってる時に、昔ハワイかなんか行った時にふと思うねん。何かあった時にどこの国が助けてくれんの？パスポートだって韓国のパスポートやもん。韓国語も喋られへんのに日本助けてくれへん。と思って。税金だってね、多分普通以上に俺払ってきてるよ。そやのに選挙権もない。って思って。でまあ日本国籍取って何が一番俺は良かったかって、選挙権を持てたってことだよね。だから俺は選挙には絶対行くの。自分で得た権利だから、もともとなかったから。でみんな日本のね、もともと日本で日本国籍を持ってる人はもともと選挙権がついてるやん。だから何とも思わない。行こうが行く前が、まあ行ってる人ももちろんいるけど、行かない人は全く何も思わない。だから俺はそれは子供には絶対言ってる。お父さんは選挙権を自分で掴んだんやで。お前らそのままついてきてるけど、でもこれは絶対に行かないといけない。義務やね。日本は別にね、選挙で変わらないかもしれない。でもこの一票の重さっていうのがいつか動く時があるんやで。自分の意思表示しないとダメやでっていうのはまあ言ってるかな。まあ自分の国籍に対する思いはそんなもんやね。海外で仕事する時なんて自分日本の日の丸背負ってるっていう気持ちやもん、いつも。初めて硫黄島からの手紙っていうのにオーディションを受かった時に、六本木のグランドハイアットで誰にも会わないようにオーディションが行われてて、入ったらカメラが5台ぐらいあって、それで自分で選んだ好きなシーンを演じるのね。ほんでソファーとクッションしかないわけ。そのクッションをこうやって置いて兵士に見立ててやね、倒れてる兵士に見立てて芝居すると。で俺もうとにかくもうこれ絶対やりたいと思ってたから、この役で。俺は実はバロン西ともう一人中村獅童がやった役と2つ受けてくれって言われて、と思って絶対バロン西やりたいと思って、だから俺は全部で4シーンやってるわけ。ほんで衣装もまあ軍服なんか持ってなかったから、それなりにカーキの服着てって、ほんで、カメラこうあったから、
バスルームから出てくるから、そっから芝居が始まるからそっから撮ってくださいっつって、そこで服着替えてやね、でなんとなく自分のイメージしたバロン西になってやね、ほんで出てバーってやったの。ほんでまあ見事もう受かりたいと思ってバロン西で受かって、行って俺の、役者人生が本当に開けたね。それまでも日本の中でね、映画で主演やったり仕事には困らないっていうか、仕事は若い時から選ばないとだからできなかったよね。その自律神経が、抜けてからもやっぱり自分で納得して 100% 注ぎ込めるものしか自分はできない。それを無理してやるとまた自律神経になりそうで、だから仕事はそういう意味で選んでやってたんやけども、で自分でお好み焼きを始めてからも3軒目までは大したことなかったけど、3軒目から銀行もお金貸してくれるようになり、4軒目からだんだん俺の収入を店の利益が上回ってきて、俺が目指してた、自分の食いぶちは役者以外のところにあって、役者を自由に仕事できるっていうスタンスにだんだんなってきたよね。最初は諸先輩から「サイドビジネスやってどないすんねん役者が」って言われてたけど、後々25店舗ぐらいまでになった頃にはみんな「井原のやり方いいよな」とかって言ってたけど、それでもやっぱりね、こうアップダウン、店のアップダウンもあったし、いろんなことあったし、でもその店が俺を支えてくれてたっていうのは、確かかな、間違ってなかったかな、それは。で自分の中ではいつもロバート・デ・ニーロに憧れてたから、役者は若い時からロバート・デ・ニーロみたいな役者になりたい。ロバート・デ・ニーロもイタリアンやってるやん。だから諸先輩から「お前役者がサイドビジネスやってどないすんねん」って言われてた時に「いや俺は心の中でデ・ニーロもやってるやんけ」って俺は思いながらやってたよね。でも絶対に役者の仕事は手を抜かないぞっていうのはすごく思ってたかな。で大きな転換はその硫黄島からの手紙かな。でいやびっくりしたよ。最初行った時に渡辺謙さんいて、渡辺謙さんが他の外人のスタッフと「はい、How doing?」とハグしてんの。外人になってるやんと思ってもうびっくりしたよ。で自分の車で乗ってきてやね、スタジオまで。俺らさ、俺らもすごいよ。家までさリムジンが迎えに来て、で空港まで行ってファーストクラスに初めて乗っけてもうて、でその4人ぐらいで行ったんかな、二宮とかさ行って指導とかで、それぞれ1台ずつロサンゼルスの空港にリムジンがそれぞれ1台待ってんねんもん。行くとこ一緒やねん。日本やったら大きなバンで一緒に行きましょうみたいな感じやん、1人ずつ。ほんでホテル着いたらスイートルーム、ほんでそこにバケットがあってクリント・イーストウッドからお手紙、ほんでフルーツとかなんか盛り合わせがバーッとあって、ワオみたいな。ハグ一つ違和感あったからね。今はもう平気でハグもうブラジル行ったらこっちにチューこっちにチューとかするけどさ、なんかそんな感覚でもうほんまにショッキングで、こんな世界あったんやみたいな。だって衣装合わせの時にさ、いろんなリサーチしてってバロン西の息子さんとたまたま会うことができて、家もお邪魔してお墓も行ったりして、いろんなことをリサーチして話聞いてきて、いっぱい情報あるからこんなことをいやこうでって言ったら、もうほとんどノーとは言わないのよ。いや帽子はねなんかねドイツに憧れてたみたいで、
ドイツの帽子の形に作ってたみたいです。これ息子さんから聞いたんですけど、じゃあそうしよう、それ作りますみたいな。でブーツはね、乗馬のブーツを履いてたみたいで、ずっと乗馬のブーツを硫黄島でも履いてたって。じゃあそうしましょうみたいな。もう全部なんか何でも作ります OK、こんな世界あるんやみたいな。でその時に俺が言ってた、こういうのがこうして思いっきりぶち当たってええんやって思えたのよね。だから俺が死ぬシーンとかは台本ではピストルで死ぬって書いてあるんだけど、みんなピストルで死んでるからつまらんから監督に言いに行ったの。通訳連れて。ほんで言いに行って、俺はこうで、ライフルを口にくわえて、でブーツをずっと大事にしてたブーツをその時に脱いで足で引き金を引くっていう案を出した。で昔俺らが田宮二郎さんがライフルで自殺したっていうのがちょっと頭にあったから、これはええと思って、でその意図を全部説明した。そしたら監督が「too much」とかって言って「ノー」って言った。でも俺はそこで食い下がったの。引かなかった。いやちょっと今じゃあ一個一個演技するから、演技しながらその意味を説明するから見てほしいって言ってスタッフ見てくれたの。みんな集まって、で通訳入れて、でこれはこういう意味でこういう意味で、この時はこのブーツを脱ぐのはなぜかとか、こうで目開いた時に分からんけどなんかこう目が濁ってなんか CG かレンズか分からんけどなんかそんな風にしたいみたいなことを言ったら、カメラマンが DP がいいと思うって言い出して、で他のスタッフもいいと思うって、すごいいいと思うって。そしたら監督が OK それでいこう。それで全部変わって、実はシーンになったわけだから、日本ではあんまり自分の意見を言っていくと、井原さんでも予算が分かりますけどって言われることが多かったんやけど、それがアメリカでは思いっきり自分の意見言っていいんや。逆に意見言わないと現場でどう思うってすごい聞かれるのよ。どう思うっていう時にノープランとかあなたにお任せしますとかって言うと、何この役者何も考えてないの自分の役のことって思われるわけ。でも日本は結構いや監督にお任せしますみたいな多いのよ。だから俺はもうこれは俺にぴったりやと思って、もう水を得た本当魚のように、作品やって、それからやっぱりもっとハリウッドだけじゃなくてとにかく海外の仕事をいっぱいしたいなって、いろんな人と関わってやってみたいなでやって分かったのが、ブラジルでもやっぱり同じよ。自分の意見言えんの、聞いてくれんの。でもそれはノーって言われる。その時にディスカッションするわけ。いや俺はこう、それはわがままと意見とはやっぱ違うから。それがなんか言える世界、自己主張していい。で自己主張するってことはやっぱり自由につながってんのかなとかって思うな。ちょっと話戻るけど、この仕事でいっぱい自由にできて自由な環境で出てくる。もう一つ自由にさせてもらえてるのがうちの女房、今の女房と出会ってからかな。そう別れて1年半ぐらいした時に彼女欲しいって友達に言ってて、関西弁の喋れる彼女がいいかなって言ってて、たまたま今の女房を紹介してもらって、それで付き合いだして、ほんで俺はでもやっぱり結婚したらあかんと思ってたの。子供を傷つけると思ってたから、絶対したらあかんと思って。で前の2人の子供もちっちゃい時週末預かると、彼女と付き合ってる時、うちの今の女房は昔保母さんとかやってたから見てくれるのよ。俺が仕事で急にいなくなった時も2人下の子おむつ替えたりとかして見てくれたりしてたのね。である時に、子供ができたのね。で彼女は子供ができにくい
って言われてて、それで子供ができて、俺は産んでって言った。産んで。でもさて結婚はどうすんのみたいなこと言われて、俺でもその時に嘘ついたらあかんと思って正直に、いやほんまに正直の気持ち言うよ。結婚はできへんねん。俺はしたらあかんと思うねん。また女傷つけちゃうからあかんと思うねん。結婚に俺向いてへんねん。もう自由気ままに生きていきたい。でも責任は取ると。ほんで今日結婚して明日別れてくれるってアホなこと言うた。ではあとかって言われて、何がやのって言ったら、いや俺は自由にしたいし、帰りたくない時は家帰らないし、きっと浮気もするし、とにかく役者という仕事をやって束縛されたくないのよ。だから、そういう意味では俺は本当に結婚したらあかんと思うねん。でも女房は「浮気せえへん男おんの?」って俺に言うわけ。そうやんな、俺もなかなかそんなんおれへんと思うよみたいな。で自由でええやんみたいなことどんどんなんかみたいなこと言うてくるわけで、最終的に俺が「いやちょっとこの女は普通とは違うな」と思って、それで「じゃああかんかったら言うで、それでもよかったら結婚しよう」って言って多分結婚したんやけどね。それから幾度かもうあかんかなって言ったこともあるけど、彼女の器の広さで助けられて、いつも、彼女が何がすごいかっていうと、いつも俺がいい仕事をするっていうことを役者としてそれを強く思ってくれてるね。だから最初にできた作品とかそういうのは彼女に必ず見せるようにはしてるね。本当によくできた女性だと、自分にはもったいないぐらいだと思います。上の2人もすごい受け入れてくれてるしね。感動したのが、子供が小さかった頃、彼女お父さんの彼女やでって紹介したとね、早めに紹介しようと思って、ほんだら4歳と2歳が彼女とかよく分かんない、彼女いい彼女とかそんなレベル。ほんでうちの女房が「純ちゃん」って呼ぶようにしようってこう言ったのかな。純ちゃん、純子っていう純ちゃん、それは息子が生まれてからも息子にも純ちゃんって言われる。でなんでかっていうと、上の2人が来た時に下のうちの今の女房の子供だけお母さんとかね言っちゃうと寂しい思いするから、だから私はずっと純ちゃん、だから下の息子もいまだに純ちゃん、うちではだからみんなが純ちゃんとこう呼んでる。それは本当になんかこうすごいことやなとかって思うよね。今は俺が長男みたいになってるけど、わがままな。自分が仕事会社もね、僕2年前に売却したんですよ、自分の飲食の会社。ある上場会社にね、一部上場の会社に。でスタッフたちが同じ条件で、上場してる会社だと、彼らにとってもプラスになるし、俺らいつまで続けてこれをいくのかなっていうことで2年前に会社を売却しまして、いい形で。それでどんどんこう自由にもなってきて、
海外でも少しずつ仕事をするようになってきて、その中で去年、長く硫黄島もその事務所でやってたし、K ダッシュっていうところに長くいて、いろんな作品そこでやって、海外の作品ももちろんやったし、そこを、去年末で2019年末で辞めて、まあやっぱり迷惑かかんないようにいろんなことを自由にできるように、自分の責任のもとでもっとこうやりたいなと思って独立したいなと思って自分の井原オフィスっていうのをまあもともとあったんだけどそこでやるようになって、まあ自由はやっぱりいいよね。何がって全てにおいて自分で責任持てばいいから、自分の発言に対しても自分の行動に対してもやることに対しても、それが今56歳のまあ俺の道かなって思うね。うん。で今までやっぱり自分がここにいるのはもちろん両親やね。両親にも感謝してる。2人とも他界しちゃったけど、まあ特に母親はね嫌いな時期もあったけどね、16歳の時に家出したのよ、うちの母親が。ほんで突然家出して、俺と下の弟だけ残して他は全員連れてって、高校1年の時かな。でご飯その日から弟と2人で食べに行かなあかんのよ。で親父はタクシーに乗ってたからあんまいないから、でその辺の行くとこって高校生と中学生やから限られてるやん。そしたら食べてたら同じとこ行って同じもんいつも食ってるから声も聞こえんのよ。あそこのお母さんなんか家出したみたいよとか、もうそういうのがすっごい嫌で恨んでた時期もあったけど、まあ後々自分が家庭持って子供できて離婚して再婚したりして、まあ母親の気持ちとか、まあ、すっごい分かったね。ああで親父も尊敬してるけど、俺はこんな男にはなりたくないと思って逆に親父の背中を見てたからね、申し訳ないけど親としては尊敬するけど、どっちかというと働く母親の背中を見てきたって感じかな。たまたま母親がそのがんで闘病した時も東京を呼んで病院探してあげてあれしたり、母親が手術するのを駆けつけて、まあ、少しでもねお医者さんがよくしてくれればと思ってお医者さんに挨拶行ったりとか、まあ、いろんなこと試したけど、まあ、手術も3回ぐらいして、まあ最後死にたくない死にたくないっつって、まあ、死んでね、まだ、64歳で亡くなったかな。まあ早かったよね。ちょうど硫黄島が終わった後に亡くなったからね。硫黄島の公開が映画の公開が見れなかったからね、楽しみにしてたんだけど、まあ母親にはいろんな思いがあって、やっぱり好きだったのかな。すごいなんかお母さんって感じかな。息子たち今も上が、27歳、普通に会社勤めしてて、まあ大学はアメリカの大学出て、下の子は、今年の春に、建築事務所に就職して、これもアメリカ行かせたけどアメリカはまあ合わなくて戻ってきて、こっちで建築家目指したいって言って、そういう学校行って、で一番下は、14歳から、アメリカの高校1年生で入って、まあ、サッカーやりたいってことで
アメリカには文武両道があるっていうことと、なんか女房が俺と絶対一緒にいたら性格そっくりだからぶつかるから話した方がいいと。これはまあ大正解で、離れるとやっぱり頼ってくの寂しいから、ホームシックにもね14歳の時かかったし、海外で盲腸になったりいろんなことあって、嬉しいこと悲しいことをしょっちゅう親に話してくれるようになってね。だから親父と息子とすごいいい関係になって、で息子が言うのよ。俺マザコンでもアメリカマザコンって普通やで。みんな部屋でルームメイトがマミーマミー言うて電話してるで。あれマザコンって普通やと思うねんけど、全くその通りで。で今大学入って、彼が一番行きたかったデューク大学っていう、ずっと東大より世界ランクの上の大学入りたいみたいなことをなんか言ってて、それでそこで入れてサッカーやって今やってるんですけど、そいつらにはいつも言ってるのは、自分の人生やから自分もそうだし自由に生きていいんだよ、自由にしてくれ、お前らの人生やから。で自分で責任取っていろんなことでも困ったことがあったらお父さんが助けてあげるから思い切って自分の人生を生きてくださいって言ってます。女房には本当に感謝しかないし、これからもよろしくお願いしますっていうことかな。あとは今年コロナがあってですね、その前に去年の夏ブラジル映画に参加して、今ね控えてるのがブラジル映画でしょ、日本の映画でしょ、これ今年の初めに撮ったからね。あとネットフリックスのある作品でしょ、これが今控えてて、でちょっと一本海外の作品でオーディション最後まで残ってるから、これもちょっと今はちょっとわからないけど、そういうものが控えてる中で、役者の仕事は変わらずやっぱり楽しいなと思いながらやってて、あとこの YouTube もね、去年の夏に、ブラジルサンパウロに滞在してる時に、外にあんまり出ないように危険ですからって言われてて、暇やから、結構見てて YouTube にハマって、その時に今更ながら YouTube やろこれからの時代はと思って、それで自分で始めてみようと思って、こういうきっかけでね、こういう場もあるし、皆さんが協力してくれて支えてくれて、こういうことできてて、普通のやっぱり地上波では表現できないようなことを表現していきたいなと思うのよ。で役者なんで商品を紹介して売ったりとか、なんかそういうのはあんま興味がないよね。やっぱり今のところはベースは人と会って人と会うの好きだから、で知らない世界の人の話聞いてみたい。多分それを自分の中でインプットして、次なんか役来た時に活かせるように自分で多分してると思うんだよ。だから人に興味あるからだと思うし、あとはファッションのこともちょっと興味あるんで、ファッションの人たちと関わって、今そういうちょっと伊原スタイルブックっていうのもこうやって、今日はラルフ・ローレンさんですけども、いろんな、ファッション関係の仕事もしてみたいなと。2年前には落語もトライしてやってみたいなと思って、これもぼちぼちですけどできるだけ続けていきたいなと思ってるし、ライブもやって、歌の方ね、これは昔からなんか俺次生まれ変わったらミュージシャンになりたいなとかって思う時があって、
まあなんかミュージシャンって自分で曲とか楽器もできないしあれだけど、まあ歌うのって楽しいなと思って、まあ見に来てくれる人、喜んでくれる人がいるんだったらちょっと歌もライブもまた続けていきたいなと思うし、こうやってこう電波っていうか、なんやろうな、ネットに乗っけて配信するっていうのはこれからやっぱコロナが終わってもっともっと発展して変わっていくんちゃうかなと思うし、もう少し皆さんに身近になってくるし、今この井原バイオグラフィーを前編後編やってこんなに喋る機会なんてないと思うんですよね。全くこんなん取り上げてくれない。うん。こんなに包み隠さずいろんなことを話せる時間を持てたっていうのはまさにこのネットが僕は全てで、これからすごく大きくなっていくんじゃないかなと思います。まあこの後も何か前編後編を見た人にね、皆さんのもっと私に井原剛に聞きたいこととか逆に悩みとか、まあ、そういうのもちょっと聞いてやってみたいなと思って、これは YouTube ライブっていうのでできるんちゃうかなと思って今考えてます。皆さん油断しないように、長い時間見てくれて聞いてくれてありがとうございます。またよろしくお願いします。どうも。チャンネル登録よろしく。